東美代乃さん、当時24歳。爆心地からおよそ 2.5 キロ離れた牛田町神田橋のたもとで被爆しました。自宅に戻り、軒下にいた生後3ヶ月の娘を探すと、爆風で飛ばされたものの怪我はなく無事でした。気がつくと自分は半身やけどの重傷。あちらこちらで火が上がる中、防空壕に避難したといいます。直接被爆を免れた夫に連れられ、庄原の実家に戻り、家族に助けられながら何とか一命を取り留めました。親を泣かし、子供を泣かす。戦争なんて馬鹿げていると語ります。あの時な、私はね、鶏3匹通ったのにね、餌やりで家のこっち側にね。でこれ餌やり行ってここへドカンとやるだけにね、これでもちょうど桜の木がある下だったからね、これ影してくれたからね、ドカン言ってきても直の大手はおるけどね、だけどまあ爆吹き飛ばされてあるじゃあるけどね、その時はちょっと気を失うてね、分からんかったんですよ。でことで何分かちょっと経った時からね、ひょって気がついて、あ、これはこういうことして子供を探さないと、探さないけどね、おらんに元気を見てね、おらんよね、多少見つけてたらどこに飛ばされるから、お金なんぼ名前言うと返事をしはせん、そこら3ヶ月ぐらいじゃねえだから、そういった隣の奥さんに「うわここに通った」ってあれから3軒先に取ったでしょ。でここ抱えてきてくれちゃったんです。軽いからどかんと吹いたらどこへ飛ぶでしょう。ここおったおんでもそこおりゃせんよね。3軒先とねまあでもあれがね、この軒下におったからね、やけどもせんとね、無傷で助かったからね、あれがちょっとずつおったらダメよね。目もね、ほこり毛布でね、今開けられるのやね。だけどまあ、あれが目指してくれちゃったんです。水でっちゃいこう目だけでね、歩いてからなせんねけんから思って、顔だけ泥が顔の方飛んどんなってから目開けてやったら、こうやって見てね、親を探したんでしょうね抱かれとるってのはその顔を見といてね、違う思うたんじゃろうじゃないで、あ、ここにおるよ、おったよ、探してくれた時、お母さんとこ行こう思って、お母さんおりゃへんよ、お母さんって袋くれて私やられとるもんじゃけんね。ずっとあの子は隣の奥さんがね見てくれたんでね、まああれ助かったんですよ。まあ私がどうも要せんからね、ちょこっとこう今肩があるでしょ。これらがねドカンとこっちがここらからこれらがねこっちから来たからね、こっちはよかったか半分助かっとったからね。両方じゃったらダメだけどね、まあ半分だかったからね助かったんですよ。まああっちもこっちも火がもうね上がっとったから見るまでどこもこの火の元だからまあね体だけ助けてもらったもんや、何にもいらん。子供だった時そう思ったんにね、この子と一緒ならいつ死んでいい思ったら何にもいらん思ってねこれがおらんかったらね、やっぱり親だっけね、どこでどうしたか思うけど、この子と一緒になりいつ死んでみたら結局楽になってね。で今度初めて自分を見た時にこれ逃げように逃げられへん、ここらも全部焼かれないしね、背中の方から思ってて、これどうかしない気が思って用心して家入るも怖いからこうなるおるからね、下手して下敷きになるからね、押し込み開けたらね気があるかな思ってもさすが入られへんで、上からどうすんと落ちたら最後だからね、用心して行って襖開けてね、もうペーとね浴衣子供のおしめがいるからね、あれを下げていったらこれだけやったら何もやんねえ思ってね、帰るものは帰ってほしい。うちなの火がねどこから何か知らんけど、あっちはこっちで火が出よったからね。だけどね、火が燃えてたらみんな見えるあれだからね、今でもあれがねあるんであれをといて
日の中入れんからね、まあそんなこと言うとりゃですね、まあ、自分でやる子供らがね、まあ、生きとってあれでいい思いで子供さ抱いたら母に何にもいらんかったこの子と一緒ならね、いつどうなってもこの子おらんかったらねあれだけど、何が飛ぼう何が飛ぼうまがな、子供と一緒だったらね。現場の大人にまだあれだけど、大手ね、この姿で田舎帰ったらね、こっち側やると姿見てね、誰が見てもまあこれはねとても助かっちゃないでろ、あんだけやけどしとったらいてね、見る人がよう歩きゃせんしね、だけど動きゃようせんだけね、見る人が見たのはね、みんなこっちがこうやられとるからね、まあこれとてもだね、助けられないしかわいそうに見てね、その人が戸板の上を乗してね、ちょっと私をこうコロコロコロのあり行くからね、だからこの戸板へちゃんとこうね紐で逃げられんようにね、両側へちゃんと紐でやらしといてから、それからそこを前へ2人うちで車ならスーって帰るんだけどね、人間だけに前へ2人4人が抱えてもらってね、また田舎からええけど遠いもんだから道は狭いしねまあいろいろね、近所の人の皆さん世話になってね、こうしていさせてもらったんですあの頃はね。でもまあ田舎の人もね、みんなやけどをしたりね、明日寝るところに開けるだけ開けてね、入る時みんな入って世話してあげてね、あれだったけど、あれだけ助かったんです寝るところもね、食べるところもね、あれだったらねどうもならんけど、やっぱり駅の近くの人なんかね、どうにかして一人でも助けてあげれば思ってね、だから元気の箱らへんやっぱこうやけどをしたんやらね、床から登っていけどね、まあそれを一人でも思ってみんなね、駅や近所の人に世話してね行かしてくれちゃったんですよ。まあ田舎だけだだ広いからね、どこからでも置かれるじゃんね。だけどまあ駅着いた時はね、こういう話がしたらね、広島の方からどれか帰ってくる人が多いでしょ、やっぱり。やっぱりちゃんと駅着いたらね、こう戸板の下にね、あれそれた人にちゃんと人数いことはないけどね、これ誰べさんにこけその2人しかいたら、じゃあその近所の人がね戸板の下にね大たり抱いたりねしからもうほんとそれは迷惑かけたもんですよまあおかげさんでねこう助けてもらってからね、まあだからな、地図見た人はね、こっちが半分背中が半分足切った時、この人とてもじゃない助かっちゃないって言われてね、私だけね子供がおるでしょ、この子がね多少見つけてくれたらね、もう飲むもんもないしね、どうも洗濯するともないし着るもんもないしあれだしね、まあだからどうにかこうにかしてからね皆さん世話になって、主人がただねこっち広島通うのがねそんなに2分30分で着くんじゃないからね、まあ汽車はずっと乗ってあるけどね、通うって時間がそれ足らんからね、だけど野宿してみたりね、それから友達の家で泊めてもらったりね、まあ、あれはどうにかこれあれしてもらったんだけどね、こっちに手がいるけどお父さんのあれできゃへんしね、まあ親のうちがあったからあれで着させてもらったんですよ。それなかったら広島おったんじゃね、どうにも自分寝るとこさ焼かれてどうにもならんのだからね、まあ。私ら任して大田川の筋だけど、まあ前がこれみんなね野宿した人はみんなこの大田川の土手へ寝てねあれしてだからね、まあそれでもまだね家出て寝るところだけどね、草むらの中でもお父さんお母ちゃんどうやら誰やちゃんどうやってみんなね親や兄弟呼ぶんだけどね、誰も言ってもやるばっかりおらんしね、まあだからかわいそうにねと思って見おったですからね、まあ本当に
若い年寄りの若い兵隊さんがいっぱいおるし、向こうが白島の方が兵隊のあれだったからね、この人らも逃げるところないけど下の方が入るで、そしたらダの男でもね「お母さんお母さん」って泣き声して呼ぶんよね。まあ私も一言のように思わずね、弟や兄貴の兵隊に出てるからね、まあ亡くなる時にはね、出会の渡る男でもね、お母さんって呼ぶんじゃ聞いとったからね、まあすぐに思ってしっかりしてちゃんとできりゃね、ところないと帰ってね、はがき一本出してか親じゃけんね、どこに探してくるだろうがな思うても、自分がね手も足も立たんからじゃけかわいそう。若いお兄ちゃんの声だったらね、みんな兵隊に出るもんじゃ塩なしにな、そうすりゃじゃもら来たらやるのなしにね、わこうってまでに出てから、戦争さえなければなんにね、泣かすことはいらんかったのにね、親は泣かし子供を泣かしして誰が喜ぶね。かわいそうにね、うちも兄も弟も兵隊に取られたけどね、まあ、おかげさんでね、わけは分からんけどね、まあ兄は近くの広島が出てまあね、弟なんか飛んだどこ先飛ばれたか分からんのでからね、これが落とす頭ないしね、どうしようじゃろうかどうしようか思ってからね、まあ何見なきゃ命だけあったらね、あじけそしたらある日スーツ着てね、弟のあるスーツ着てね、うわあ生きとったんじゃもうだからね、顔を見るまでよね、もうはい元気をつけたらね、思ったらね、まあおかげさんでね、兄も弟もみんな帰ってきたからね、まあ私もまだ人間同士に殺し屋なんかするもんじゃないね。いかなる場合があってもね、殺し屋なんかするのくりゃすないね。兵隊に取られたうちでもね、男の子でも2人でも女でもね、兵隊に取られた時もね、で泣きでも親して子供してね、出てきた人が多いんだからね、殺し屋なんかするもんじゃないね。あれが一番バカな大衆なバカげなことをしてから誰が喜ぶのね、かわいそうにあんて、殺し屋なんかするもんじゃない人間だから、戦争なんかしてやけんよねあんた。